空が青いなあ。はい、おはようございます。今日はね、6月7日土曜日でございます。はい。いや最近ね、だんだん、リサイクルショップもお客さんがいっぱい来てくれるようになりましてですね、はい、一人でいてもですね、寂しくございません。はい、お客さんがね、ちょろちょろ入ってくれるんでね、非常にまあいい感じになってはきました。はい、ただ売れはしませんけどね、あんまりね。まあということで、今日もリサイクルショップからお届けいたします。はい、ということでよろしくお願いいたします。ここのとこで、ここのとこ YouTube のここのとこの点点点っていうボタンちょっと押してみて。サンクスボタンってあるでしょ。サンクスボタンを押すと、200円500円1000円とか投げ銭ができますので、もし私のことを哀れだなと思う方がいらっしゃいましたら、寄付投げ銭お願いいたします。ということで本日もよろしくお願いします。ゲッツゲッツゲッツ。ではね、今日朝収穫してきた、かぶとね、きゅうりとあとじゃがいもね、はい、じゃがいも、これを、100円で販売したいと思います。はい、それでは、毎朝のルーティーンということで、はい、モーニングルーティーンでございます。はい、今日アップしていくのはですね、じゃんじゃじゃんじゃじゃーん、招き猫の貯金箱でございます。そして招き猫小さいやつ貯金箱でございます。そしてゆるキャラ招き猫貯金箱でございます。そして、昔懐かしいだるまのだるまでございます。はい、それとよいしょ、これなんかね、石の置物、はい、こちらをアップしていきたいと思います。ということで、よいしょ、写真撮ります。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、ということでね、毎日のルーティンでございます。すいません、つまらない映像となりますが、毎日、少しずつですね、メルカリの方に、今あるリサイクルショップにあるね商品をですねアップしていっております。はい、ということでね、写真を撮りまして、メルカリのサイトから、出品ということをねやっております。はい、それではね、引き続きカッティングシートを作っていきたいと思います。はい、これね、はい、今売れた DVD でございます。はい、これ発送します。はい、ということでね、今日もカッティングシートをね、切り文字というね、文字に切り抜いてですね、はい、そして、文字の部分だけをガラス面に貼っていくという、古典的なね、看板という形でやっていきたいと思います。で、この辺はね、前も何度もお話しさせていただいていると思うんですが、カッティングマシンというのがねありまして、今データだけ送れば、カッティングしてくれて、透明なね、
フィルムもでつけてくれて、はい、納品してくれる、そういうサービスがね、たくさんありますんでね、それをやればいいじゃねえかよと思われるかもしれませんが、そこをあえてですね、お金をかけずに、はい、手作りでカッティングシートを作っていこうと、切り文字ですね、切り文字を作っていこうと、このように考えておる次第でございます。ということでね、普通に印刷屋さんにカッティング切り文字を頼むのの、100倍手間がかかるということでございますね。はい。ただね、自分で手でやれば、根気さえあればできるというところでございますので、見ていってください。はい。これね、まだね、カタカナだからいいんですよ。漢字だと死にます。はい、今ね作業してるんですけど、今日初めて見たフッツラボを見た方はね、何をやってるんだと思われるかもしれませんので、ちょっとね、説明したいと思います。はい。窓側ね、ガラス面側に、リサイクルショップというカッティングシートをね、手作りで作ろうかなと思っておるわけでございます。はい。で、こちらがね、デザインなんですけども、イラストレーターで、今こちらが正面になるんですけれども、こういう感じで今あるんですけれども、こちらをですね、このように、はい、リサイクルショップというカッティングシートを作ろうと思っております。で、前回ね、クルシを作ったので、今日は今ヨップを今作っておるという形になります。ということで、引き続きご覧ください。はい、ということでね、イラストレーターで、原寸大のデータを作りましてですね、はい、それをアウトライン化したものをですね、A3 の、用紙にですね、コピーしまして、そしてセブンイレブンでですね A3 の紙を、コピーしてきまして、はい、それをですね、実際のカッティングシートの上に並べて文字の部分を、くり抜いてですね、はい、そして印をつけていっていると。で、文字の部分がこちらになりましたので、そこをですねカッターで、切っていくと、いわゆる本当の切り文字ですね。はい、切り文字にしていくという形の作業をやっております。はい。ということでね、文字の部分を切り抜いてですね、文字じゃない部分を全部剥がしましてですね、はい、そして、ガラスに貼っていくという下準備となりますね。はい。この辺もね、100倍手間がかかります。はい、簡単なように見えるかもしれませんがですね、はい、超めんどくさいです。超ね。はい。どんだけね、根気があるかっていうね、根気勝負になりますんでね。はい。手で地道に切っていきます。はい。ということでね、今日はね、こちらで、終わりになるんですが、この後ですね、フッツラボの方に帰りまして、いつもね、野菜とかを指導してくれる農家のおじさんの畑にですね、の道にですね、はい、この前、室外機の基礎を初った時のガラですね、を欲しいということを言われましたので、ちょっとでかいとね、ガラがでかいと、ダメなもんですから、細かく、破砕しましてですね、ハンマーで、はい、それを、今度の農家のおっちゃんのところに、持っていこうと
いうことで、これから帰ってやります。はい、それではまたガラをね破砕していきたいと思います。ガラ破砕、よいしょよいしょ。よいしょ。だからね、はい。まず大きいのを見つけて、そしてね、このデカハンですね。はい、破砕していきます。そして破砕したガラをもう一度入れていきます。はい、ということでね、何をわざわざやってんだと、まあ見てる方はね、思われると思いますが、まあずっとね今までフットラボをね、見てこられた方は、なぜ破砕しているのかがわかると思うんですけれども、最近ね見始めた方はね、何やってんだ、そんなめんどくさいことって思われるとは思います。はい、その通りだと思います。はい、めんどくさいことね。はい。ただですね、なぜ破砕してるかと言いますとですね、はい、まあもともと基礎があってね、そこも自分ではつって、コンクリートをぶっ壊したんですが、大体ですね、こういう基礎をはつったガラというのはですね、はい、そのままですね、産廃業者に、お金を払って捨てるという形になります。はい。ところがですね、まあ何かコンクリートをね作りたいとか、モルタルを作りたいと思った時に、まあ採石というね、ものをですね買って、そして、コンクリを作るわけでございますね。はい。で、お金払って捨てて、お金払って買うっていうのがですね、ちょっと私の中では、じゃあ再利用すればいいじゃねえかよと、自分でね細かくして再利用すればいいというふうにこう思ったわけでございます。まあ、世の中の採石というのも再生採石といって、まあ、機械でこういうものを細かく砕いたものを販売しているということがあるわけでございます。ですのでね、100倍手間はかかりますが、まあ、使ってくれる人がいるんであれば、まあ、手間も惜しまず、はい、破砕してですね、再利用していただきたいと、そういう気持ちから、破砕しております。でね、これ破砕するとですね、疲れます。そうするとですね、夜ぐっすり眠れます。はい。ですので、不眠症で悩んでいる方、ぜひうちに来て破砕してみてください。ぐっすり眠れますから。はい。ということで、本日は以上となります。ありがとうございました。
はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日土曜日なんですけど、お客さん一人も現れませんでしたね。はい。ということでね、まあそういう日もあるでしょう。はい。今日はカッティングシート、リサイ、クルシ、ヨップというのをね、全部カッティングいたしましたんで、はい。次回からね、実際ガラスの方に貼っていこうかなと、そういうふうに考えております。ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらこの辺の点々点を押してもらって、サンクスボタンを押してもらって200円から投げ銭していただけると助かります。それともしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということと、メンバーシップも始めましたんで、お友達以上でメンバーシップになっていただける方を募集しております。よろしくお願いします。ということで本日は以上となります。ありがとうございました。人月